気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野貴彦です。今回は岩間の技です。ということで、今回も行ってきましたね、太田愛希修練道場、我が同志でございます。修行仲間、内弟子仲間でございます。追肥師範のもとにですね、また長谷参じてまいりました。月1回行くんですよね。非常に楽しくてね、やはり同じ地材にですね、汗を流した同志ですから非常に楽しい。で、今回も岩間の技ということでですね、彼にやってもらってます。テーマでね、どういうふうにやっていこうかということをすり合わせしながらやってます。トライアンドエラーなんですよね。修正しながらやっていきますので、徐々に精度は上がってくると思いますが、今回第2弾といたしまして、やってます。一挙を中心にねやってくれておりますけれども、その模様をね見ていただきたいと思います。一つ一つ丁寧に、彼はやってくれてますんで、その間の説明をですねじっくりと吟味していただきながら、ご自身の稽古にですね励んでいただきたいなというふうに思ってます。末尾にはですね、その子どもクラスもあるんですよ。子どもクラスの子どもたちにちょっとインタビューしましたね。追肥先生ってどんな先生なのということもですね合わせて載せてますんで、そのあたりもですね参考になさっていただきたいなというふうに思っています。それではご覧ください。どうぞ。手を交差させて持ってみてください。そうですね。この手を交差させる。これがコツだって先生言ってた、斉藤先生。押してみてください。いきますよ。で、はい。これ交差もあるんです。こうですね。これ手間握ってね。ほら、手間握ってない。こうでいいですか、ガーッて押してもらって。平ら変更からやります。小佐さんお願いします。昔の平ら変更っていうのをやります。ここから昔の昔のっていうのはいつぐらいの昔だかわかんないんだけど、先生の先生が昔のって言ってやらせてくれたことあるんだけどね、ここからスッと入ります。スッ、ね、はい、どうもお願いします。これが昔の平ら変更ですね。いつぐらい昔だかわかんないけどね。はい、やってみてください。はい、平ら変更、はい、どうぞ。お願いします。バーッ、これは必ずやる。引き出すために手を開く。ね、ガッ。で、つま先とつま先をつけて、ね、指先を自分のへその方に向ける。こうね。このまま180度向きを変える。変えるな、と。取った。で、最後、斬新を右を、ね、カッチン、カッチンって、カッチン、カッチン。ね。手開いて。もう一つね、体の芯も意識してください。まっすぐね。はい、手を開いて、つま先とつま先、指先自分のへその方に、このまま180度向きを変える。このまま。ね、こうじゃないですよ。肘伸ばして、こうですからね。こう。ね、で、切り出す。どうも。それでね、腰はこれね、剣と丸櫛同じだって言うんですけど、剣と丸櫛同じ。そしたらこうなっちゃう。これじゃ変だよ。で、この時に腰の回転を使う。こうなってる。これをずーっと手の位置を揃えてる。スーッと腰を回転させて揃える。こうなる。そうすると後ろ足がピッと伸びる。前の膝を少し曲げる。で、こういう格好になります。ね、こうしてスーッときたら、こういう格好になる。で、これは剣の構えと同じだって。ということは、腰の回転が入ろうが入る前が同じ格好だという説明になるんですね。これとこれは同じもんだ。ね、ちょっと変だよね。これとなんでこれとこれが同じなんだってことになるんだけど、説明では同じだっていうことで説明を受けるんです。ね、
これは剣の構え、これが体の変更の構え、同じなんですってね。このね、手こうやって出すんだけど、手出す、相手の気持ちを誘うように、誘いの手なんでさ、掴まずにいられないっていうように出す手を、どうやってもこうやって構えてたら絶対掴めねえんだけど、ね、手出してくれたら、手でこの掴んで、ね、やりいい、次の攻撃に移りやすい、ね、だから手を掴みたい、どうしても掴みたいっていう気持ちにさせるように手を出すんだね。で、手を出して掴んできたところで手を開く、ね、まずパッて手を開く、火を出す、ね、これをやるんです。で、火を出してこういうよく練習、パッてしろって、ね、掴んだら手を開く、こういう練習しろってね。このタイミングね、掴んだら手を開く、ね、こうして、ありがとうございます。ただ難しいんだけどね、これがどういうふうになるんだかもわかんない、ね、どういう役目をするんだか、どういうふうにこれが使えるんだかもわかんないんだけど、ね、今までこれ一生懸命練習した先生が言うとり、これは先生の先生が言うとり、これで練習したんだけど、どういうふうに使っていいんだかわかんない、これね。ただこの時ね、捕まえられたら手を開く、ね、それだけは言われてるんですからね。もう一度お願いします。そうです。こう誘いの手を出す、それ掴んできたら手を開く、ね、あとは同じように動く。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、態度変更、気の流れ。はい、それじゃあ始めてください。はい、どうぞ。体のところで力いっぱい乗ってもらえ。もっとね、もっと力いっぱい言ってください。はい。じゃあまずスッとね、スッと前の足、ここ。相手の前足の側面ね。はい。でこれね、見て覚える。ここだってね。あ、この辺かって。ちょっと肩にこう気持ちを下げるって言うんだけどね。ここで。はい。ね、ここまでが技。あとは優しく投げてある。技は厳しく、投げは優しくって。ね、投げは優しくですね。手開いて前の足、相手の足を側面ここです。肩、肘、腰、気持ちを下げるようにして、スッ。ね、僕は本当はこれこっち来ねえとダメなんですけどね。前足引きつけて後ろ足を踏み出す。気はたくさん出しておくんですよ。ここまでが技、ここまでは厳しくかけるんです。で、最後ゆっくり投げてあげるんです。で、こっち見てる。こう見ると相手に蹴飛ばされちゃうから、こっち見ちゃダメ。最初の方見てる。こうやってね。蹴飛ばされても、ちょっと蹴飛ばしてみてください。ね、これ手で押さえることができる。こうね。ちっとぐらい蹴飛ばされても大丈夫っていうね。折れるほど強く蹴飛ばされたらいいけどね、ちっとぐらい蹴飛ばされても大丈夫だってね、ガッと押さえる。はい、じゃあ戻って通り呼吸法、はいどうぞ始めてください。お願いします。じゃあ片手取り。片手取り一挙を最初にやろうね、一挙ね、こうスッとね、こうする。ね、それではここまでいって、この手をね、緩めないでおく。いいかい？こうしてこっちへ崩して、この崩しはね、基本はこっち後ろやるんだからね、後ろやるところから今度は横へ行ってこうやって崩す。で、その時にこの足、こうしてこっち崩して、この足をこっち持ってきておく。これ、なんでかっていうと、このままこうしてると、引っ張られた時、ね、ところがね、この足をこう来て、この足、これをこっち持ってきておくと、引っ張られたとき、これ、動かねえ。で、このまま強くガッと崩しておいて、こっちの手が迎え行く。この手が取り入って、初めて一回取れねえ。自分の手が邪魔して、指が変ねえ。
その時は指が入るようにこうして指入れてまた戻しておく、ね、でぐりぐりぐり腰の回転しと全部使う。でこれむしり取って肘に持ち帰る、ね、これでスーッと上から下、ね、上から下へスーッと下ろして、ね、下ろし終わると同時でもいいかな、腰の回転も入れる。必ず腰の回転をスッと入れる。これね、スッですからこうじゃないですよ、こうですからね。これとこれは別物。こっちで回転させるのとこう回転させるの別物だからね。必ず一強の時はこっちで回転させる。それで次の足が前で出る。その時に腰を相手の脇腹でドンとぶつけるように、手は槍を刺すがごとくね、ここ膝を脇突っ込む。前の後ろもしっかり見る。こうやってね、そうキョロキョロしちゃダメですよ。こうやってこういうのダメ。こう見る。大体この辺まで見えるからね。この辺までは見える。こっち見た時キョロキョロするとこっちがゼロになっちゃうから、ね、だったらこのまま後ろまで見た方がいい、ね、はい、まず崩す。こう崩す、ね、こうですよ。こう崩してこの足こうやる。当て身と一緒にこの足もこうで迎え入れる。腰の回転。その時一番気をつけなきゃいけないのはかかとを上げない。ピタッとくっつけておく。かかとを上げると腰が死んでしまうからかかとは上げない。ピタッとくっつけておく、ね、でおへその下へ持ってきたら腰の回転でグッと。腰の回転を使わないとこうなります。ただおへその下だけだとはい向こう行って押さえないんです、ね、とか腰の回転をこれ入れると相手はもう動けなくなる。立ち上がろうったって立てない。でしっかり押さえてるから。押さえるったって力じゃないですよ。呼吸力で押さえる。ギュッ、ね、呼吸力で押さえる。しっかり。で後ろの足を前出せってんだけど、ね、腰を脇腹にドンとぶつけるように手は襟を刺すがごとく。これは口伝です。口伝。海藻斉藤先生、私と口伝で伝わっていることです、ね、でドンとぶつける。女の人はあんまり強くぶつけちゃダメだから優しくしなきゃなんだけどね。これドンでここ一直線。体と腕直角ならしめることを寛容なりっていう、ね、これが直角なんだって。これ一直線だと何かの本に書いてあったニュースだってよ、ね、こう90度膝が入るとかってで一回もっと詳しく言うと一回膝でこの親指のところに膝を引っ掛けて外へ引っ張る。グッと外へ引っ張ると動けなくなる、ね、ただこれだけだと余裕じゃないけどこれ膝を使って外へぐーっと引っ張る。でまた動けなくなる。こうハの字に開くんですよ。こうやってねガッ動けなくなる。動けたら命取りだからね。動けないようにガッチリ 100% 動けないように押さえる。いろんな手段がある。そのためにねそれを全部使って押さえてください。はい、片手取り一挙を持ってください。はい、どうぞ。お願いします。はい。裏技、ね、裏はこう、ね、こうしっかりね、大きく崩してくださいね。違うよ。これでね、こうして、こう。で、裏技、つま先とつま先をつける。で、この腰ね、腰いろいろあるからね、こういう腰もあればこういう腰もある。ね、こっちの腰の時はこっちの右足が軸になっていくから左足を後ろに引くことができる。
でこれを使わないとダメですよ。スッとこうしてこれスッでこれも同じように脇へ突っ込む。ガシッてね。おい。こっちの方がいいね。ガッ。しっかり切り出して。手はね、へその前。手はへその前。手のへその前で動いてがなければ、ね。ほら、へその前。さあ、分かるようにこっちか。へその前の手は動いてきますよ。スーッとほらこれねこっちの方だとね弱いですからね、これをへその前持ってるスッとへその前、手はへその前、剣術でも何でもそう、手はへその前、合気道の基本、手はへその前、へその前で考えるとね、崩す時こうなるんですけどね、またまあこうだね、その前で必ず両手ですよ。片手じゃ絶対できねえからね、片手でどうにかしようの絶対無理だからね、必ず両手2対1になって初めて勝てる。1対1はダメ、これは1対1、今度こっち持つと2対1になる。で片手は悪いね、スッ腰がこっちへ、へその下、おへその下へ持ってきたら体を開く。もう押さえるときには脇の下に膝が入ってねえとダメね。足ね、さっきのは外引っ張ったんだけど、これは外引っ張れねえから、この持ち方だとね、さっきのはできません。さっと外引っ張ってうんと強いんだよ、ね、これ外引っ張ってくると動けなく外引っ張ればね、まあこんなことやっちゃダメなんだけどね、外引っ張る力の強さをやってます。必ず外へでグッと膝を突っ込んでね、これで動けないようにする。そうですか。はい、一挙裏技、はいどうぞ始めてください。そうです。片手取り呼吸投げ、呼吸投げって言うんだから、息を使うの、息使うんだけどね、気を出しときゃいいんじゃないですかね。こうグッと体の変更、手は体の変更ね、足はもろ手取り呼吸法って言うんです。手は体の変更のこうやってね、手を使ってここから足引きつけたらここに顎、こうね、ここに顎をこうやって使ってね、こうして、この方がいいかな、こうしたらスッ、ね、手は体の変更ですね。足はもろ手取り呼吸法の要領でこう前足引きつけたらこうスッ、ね、ここに顎を引っ掛けて、ここに顎を引っ掛けて、これこうするね。呼吸投げですから向こう見て、相手の方は見ない。呼吸投げみんなそうですね。あっち見て相手の方は見ない。ちょっと飛ばされちゃうからね。はい、じゃあ片手取り呼吸投げ、はいどうぞ始めてください。お願いします。手はへその前ってね、これがへその前なんだけど、剣を構えた位置がへその前なんだけど、これをね両方の手に分けたらこれもへその前として考えます。で呼吸法をやる、これもへその前です。だから片手じゃへその前じゃないんですね。両方の手を使って初めてへその前になる。これは両方の手がこう来てへその前、剣を構えたらへその前、これは両方に分かれてへその前、呼吸法でもへその前。ただね、片手はダメなんです。片手はこれはへその前じゃないんです、ね、両方の手、もしこっちの手、両手を開いて片手でやろうとしたらこっちの手もこっちで開いておかなきゃならない。これでさっきのもこうやってこう、ね、崩す時でもこう両方の手が開いてへその前になって初めて動くわけですね。でこの呼吸投げもそう、へその前のね
全部へその前で動いていかなきゃならないんです。こうやってへその前、へその前、これはスーッと、これへその前、これもへその前、今へその前です、これね。へその前、両方の手開いてますからね。へその前、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 手はへその前です、今ほら。それで最後押さえてへその前で終わるんです。これ全部へその前、これが基本です、合気道でね。これで考えていると大概の技が綺麗な形になってきます。技は美しくなければダメなんですね。綺麗でなきゃダメ、かっこ悪くちゃダメだってことだね。へその前、ね、最後押さえた時もへそはここを向いて、ほらここは剣術もそう、必ずへその前、左半身右半身、ね、左半身へそで結ぶ。パッと構えた時、剣構えてね、パッと構えた時、剣先は相手の鼻から喉元を刺すように構える。こう構える、ね、必ずへそと結ぶんです。へそと結ぶ。で右半身左半身の時も必ずへそと結ぶ。さっとこれ基本になってくるんですね。剣上対峙、居合の一致、必ず手はへその前、これが基本になります。さっとさっとさっとね、パッこうだ。歩幅はいいです。歩幅はね、どんなか開いたって構わないです、ね、気持ちが乗ってきたら触ってくる、ね、ガシッパッ、ただへそと結んでるってことは、これは合気剣術の基本になります、ね、へそと結ぶ。左半身でも同じ、右半身でも同じ。そうするとね、皆さん剣門です。お願いします。はい。はい。振ってきたとき、ね、はい、まっすぐ。ね、これはね、今勝った形です。私が勝ったんです。ね、切ってきたのに、なんでか自分が死んでる。これが合気の剣。空を切らせて骨を断つって言うんです。これが合気の剣の極意です。いつか空を切らせる。はい。切ってくる。頭切ってきたわけ。頭切ってここにある剣が。でもう一回いきますよ。こう構えて。はい。ここ開いてから切ってくる。いつかこう。ね、相手の剣は空を切る。空を切ってこちらは骨を刺す。骨を断つ。でこれが合気の剣になります。この時に半身が必要になるんです。半身が必要。体術と同じ半身です。体術と同じ半身でこの状態、腰を引いた状態、ね、へそと結んでます。これね、その時にこの半身が必要になってくるんです。相手の方に向くか、少しやや内側に向くか、どっちか。この時に外へ一意味だと、これね、こっちがひねれないからこれはダメなんです。一意味じゃダメ。合気の剣術は半身です。一意味はない。ね、もう一度いきます。はい、こっち来てきて。はい、こっち。5。はい、受け。はい、最後はこっち。ね、半身は相手の方向ける。だってね。で、相手の剣を空を切らす。こっち切ることができない。ね、その時に呼吸力で切らないと相手が強い場合、はい、と力いっぱい切って力いっぱい切ってきた時にこれでって切って、これやられた、強い人にやられちゃったら、力の強い人にやられちゃったら意味がない。切られちゃったら意味がない。だからこっちは呼吸力を使うんです。はい、切って、どんな強い人でも勝つ力でないもう一つの力を使うんです、ね、それは呼吸力っていうんですねはい、いきます。腰投げね、やってなかったらここからさっとこうする。これもね、呼吸法で上げていきます。こう当て身入る、ね、こう当て身入る、
で脇の下に厚みが入って、こう厚み入れるとねと叩かれちゃいますからね、厚みを入れながらスッと入るんです。こう入る。この足を相手の足と自分の足が T の字になる位置でスッと移動する。でスーッとこうする。で手の方を見るんです。手の方を見てね、手の方を見るんだよ。で手と顔が一緒に下がってくる。あの辺刺さなきゃダメな、2個目の角ぶれのところ、あそこ手が刺すこうやってね。でそこのところ目も見る。で目と手が一緒にこうやってずーっと下がってくる。でそこでこうやったらね、ここでこうする。ですからこのまま投げるんじゃないですよ。このままこの手でスッと切り落としてスッと、はい、立ってよ、こっちね、これでバーンってなる技になる。投げ終わったらすぐ次の攻撃に入れるのが腰投げです。ね、投げっぱなしじゃダメ。相手の方見て、あ、投げたなんて言ってちゃダメ。はい、もう一回立ってこうスッとね、これです。こっちになってるね。こうね、こうしてスーッ、こうやって技がね、これが腰投げです。だからこのままスッて投げたら次の攻撃に逃げるこの形を作んなきゃならない。で投げっぱなしじゃダメです。さっここまでが腰投げ。はい、じゃあ腰投げやってみてください。はい、どうぞ。お願いします。はい、お名前をお願いします。笹川十一です。はい。何年生ですか？ 6年生です。はい。合気道を始めた動機は何ですか？いとこに誘われました。おう。で、始めて今何年ぐらいですか？1年も経ってなくて、半年ぐらいです。鶴肘先生ってどんな先生ですか？強くて声がでかくてかっこいいです。ありがとうございます。じゃあお名前をお願いします。金子ゆせです。はい。何年生ですか？中1です。中1。合気道を始めた動機は？お父さんに勧められて始めました。始めてどれぐらいですか？半年ぐらいです。半年ぐらい。鶴肘先生ってどんな先生ですか？教えるのが上手くてかっこいいです。ありがとうございます。はい。お名前をお願いします。斉藤徳です。何年生ですか？小学4年生です。合気道を始めた動機は何ですか？友達に誘われて始めました。始めてどれぐらいになりますか2年生の冬くらいから始めて。じゃあもう2年ぐらいやってますね。はい。鶴肘先生ってどんな先生ですか？強くて優しくて教えるのが上手くて、とても強い先生です。ありがとうございます。じゃあこれからも頑張ってください。頑張ります。頑張ります。頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー